最大トーナメントでバックと死闘を繰り広げたジャック・ハンマー。1日30時間のトレーニングの末に身につけた圧倒的なパワー。2度の骨延長術を行い、シリーズで最も強靭な肉体を手に入れました。でも、それって本当に生かされてる？今回は、ジャックが噛みつきにこだわる理由を徹底考察。ジャックの噛みつきに対する思いと、感じている不安についても解説。実は、ジャックのファンではないと豪語する人も、ジャックのさらなる進化を願って高評価をお願いします。ぜひ好きなキャラや見たいシーンなども、コメントでどんどん教えてくださいね。最大トーナメントで初登場したジャック・ハンマー。その潜在能力の高さに、初めて顔を合わしたバキでさえ、思わず吠えずにはいられませんでした。裕次郎でさえも、ジャックの実力を認めており、最大トーナメントで優勝するのはジャックと思っていたようです。裕次郎と戦うことを目指して、世界一ハードなトレーニングを行うジャック。その気持ちとは裏腹に、ジャックの急成員や、オーバーワークでむしろ痩せ細っていったのです。そんなジャックを救ったのが、マッドサイエンティストのジョン博士。彼とステロイドとの出会いで、ジャックは最強への道を歩み始めました。2度の骨延長術を行い、243cm、201kg という強靭な肉体を持ちます。どんな相手が来ようとも、秘めたパワーで圧倒できるんです。勝ち続けていた荒井ジュニアに、初めて敗北を与えたのがジャック。荒井ジュニアの華麗な技の数々を、なんと正面からパワーで打ち破ります。もちろんパワーだけではありません。渋川豪輝との戦いでは、合気のリズムを体に覚え込ませ、豪輝の攻撃を、なんと、合気の技で返したのです。やはりハンマの気でしょうか？ジャックの底知れない潜在能力を感じました。しかし、圧倒的な身体能力を持つジャックですが、彼は、噛みつきにとことんこだわります。たとえ格下相手でも、体がちぎれるくらいにしっかりと噛みつきます。一体、ジャックが噛みつきにこだわる理由は何でしょうか？オールラウンダーのジャックは、打撃技、投げ技、締め技と、何でも器用にこなしてしまいます。一つ一つの威力が高く、パンチ一発で、KO も数知れず。格下相手には、それだけでも十分勝てますが、真の強者に勝つためには、相手を一撃で倒せるような必殺技が必要です。10年以上も、激しいトレーニングを続けてきたのにもかかわらず、ジャックには、必殺技と呼べるものがないのです。バキならゴキブリダッシュやスラトップス剣、勝見もマッハづくり、正中線4連突きなどの必殺技があります。必殺技がないと攻撃が読まれやすく、相手に強力な技が来るという恐怖感を持たせることができません。必殺技がないファイターは、フィジカルだけが高くとも、強くなるためには限界があるのです。いくら激しいトレーニングを続けたとしても、裕次郎も進化を続け、もはや、その差が広がりすぎてしまいました。たとえジャックの攻撃が裕次郎に当たったとしても、裕次郎に決定的なダメージを与えることはできないでしょう。文字通りに、大人と子供ほどの差が両者に存在しています。噛みつきの本質は女子供の緊急避難。力弱き者でも、噛みつきなら、強い者にもダメージを与えられます。ハンマ裕次郎でさえ頸動脈を引きちぎられれば、堂々とは立っていられないでしょう。以前裕次郎に、直接、頸動脈に噛みつかれ、重傷を負ってしまったジャック。同じことを裕次郎に返そうと思っているのかもしれません。最強の戦士を夢見るジャック。実は、誰よりもその願望が強いんです。1度目の骨延長で213センチの身長となりましたが、その後に戦ったピクルの身長とは大きな差はありません。しかし、戦闘力が段違い。ピクルにパワー負けした上、噛みつき勝負でも敗れてしまいました。格下と侮っていた元部にも角を取ってしまい、歯を全部折ってしまうという大失態。なんと、負け続けの3連敗を喫してしまったのです。そろそろ後がなくなってきたジャックが、噛みつきを極めることを決意します。身長も噛みつきも極めた者はいない領域です。
この分野で最強になることで、ジャックの失われた自尊心を回復させることになるでしょうね。現代のフランケンシュタインを目指すジャック。薬物によるドーピングも食事の一部となっています。飲めば使えば強くなるという最高の科学技術で作られたジャックハンマーという怪物。薬物を使用しない格闘家たちを逆にだらしがないと言い放ちます。しかし科学技術に頼るだけではありません。噛みつきという最も原始的で強力な武器に磨きをかけるんです。科学の力でパワーアップするという視点と人類初期の武器で戦うという矛盾するような視点が合わさってより強力な怪物のイメージが出来上がりました。科学技術を駆使して原始の武器で戦う。これがジャックのベースであり戦闘理論なんでしょう。おそらく誰も到達したことがない未知の領域。命を削ってまで強くしたフィジカルで最も弱者の戦い方をするジャックの挑戦を最後まで応援したいですね。ただ噛みつきをメインとするならば骨延長は必要なかったのではとも思えてしまいますね。噛みつきのダメージは抗筋力プラス頸部の力プラス歯の硬さに依存します。つまり筋肉を鍛えるだけでいくらでも攻撃力が上がるのです。噛む場所によれば一撃必殺の威力。シンプルなトレーニングのみで簡単に戦闘力がアップするでしょう。ジャックは他のガキキャラたちと比べ合理性を重視します。少ない労力時間で最大限の戦闘力が得られる噛みつきはジャックにとって最高の攻撃手段なのでしょう。噛みつきは特に複雑な動作は必要ありません。最小の動きで最大の効果が得られるためどんな戦術にも臨機応変に対応することが可能です。自分から攻撃してもよし、カウンターで合わせてもよし、相手に関節技や締め技をかけられたとしても相手の体に自分の顔を近づけるだけで攻撃できるんです。助走もためも必要ありません。ただ噛みつくだけで万事 OK なんですね。いいところばかりのように思える噛みつきですが他の技と同じように弱点もあるんです。弱点について解説します。1、攻撃が単調になりやすい。最小の動きで攻撃できる噛みつきですが攻撃を成立させるには口を開け相手の体の一部を口の中に取り込み口を閉じるという動作が必要となります。言い換えるとその動作しかないんです。そのため攻撃がパターン化し動作が読まれやすくなってしまいます。2、攻撃には危険を伴う。噛みつきが成立できる部分は口しかありません。顔は急所の塊です。噛みつき攻撃をするためには自分の急所を相手にさらす必要があるんです。噛みつきは実は諸刃の剣。失敗すれば最大のピンチにもなりますね。求め以上は噛みつき対策に特殊繊維の防具をまとっており知らずに噛んだジャックは全ての歯が折れてしまいました。またジャックは243センチの高身長。急所が相手から遠いというアドバンテージを噛みつきをするために自ら捨てる必要があるんです。骨延長を行った意味をなくしてしまいますね。ジャックが噛みつき攻撃にこだわるのには様々な理由があるようです。本編でのジャックの活躍を期待しましょう。